それから、もう一つ、何を言おうとしたのか忘れちゃったもう一つ何か話をする予定のことがあったから、一回ちょっとこれ止めて、また思い出したらね、なんかあったんだよな、お知らせっぽい話で。人類のあらゆる文化の源、見たから。はい、これほど素晴らしい宝は世界で他にありません。素早く、たやすく、心地よいあらゆる人向けの生活習慣、日本の信州稲谷で純粋保存されていた、誰でも自ら闇を照らして晴らす術生活習慣、3つで1つの無形文化財を受け継いできた詩人でダンサートレジャー G さんの実用やってみよう K チャンネル、今日も始まるよ。びっくり100日連続100日100本、元旦から日ごと100本動画を上げてみただよ。バカやらかして全力投球してみただよね。3つで1つ見たから待ちた最もたやすい夢の叶え方、3つで1つ見たから待ちたい命の力を引き出す高める習慣、お互い楽しく暮らせる習慣、親子でしっくりへめぐる習慣、せっかくだから開こうね宝、せっかく人に生まれたんだから開いて自ら照らして晴らすお日様の戸口、自ら照らす、自ら照らし晴らす、こんな宝をこの世の中へ受け継ぐ、伝える、解き明かす、こんなチャンネルは世界で一つだけ、今のところはここ一つだけ、今のところはね、ここトレジャーミー遊ぶ中米、こんなチャンネルは世界で一つだけだよ、今のところはね、ここ一つだけ。連続100日連続100本、1日1本連続アップ、100本100日記念。いや続けて100日達成してしまいましたね。これね、最初わしらこの動画を始めた時に何の編集技術もない、わしも全く編集の仕方がわからないところから始めたんですね。見切り発車。どうしてそんなことを始めたのか。まずこのチャンネル、とっても目的がはっきりしていた。最初からはっきり目指すところがあった。何のためにこんなチャンネルをね YouTube にアップしてるんでしょうねって、いろんなチャンネルが何をしたかったの、結局あの人たち何をしたかったのとか言われるじゃないですか。このチャンネルは最初の1回目から最後まで1ミリのブレもなく目指すところがはっきりしてます。それはこの見宝という地上最強の人類思考のこれより上がない、これ以上素晴らしい宝がない、人類無形文化財ナンバーワン、そしてほとんど知られてない、一旦ほとんど失われちゃったこの見宝を世の中に取り戻してつぶさに広めていく。取り戻すっていうのは昔は当たり前のことだったもんでね、その一つ、ただ一つ見宝を身につけていただいて、見宝を人類規模で取り戻すという、そういう他にありえないチャンネルなんですね。このチャンネルはありえますか。わしが何を言ってるかってポカンとしちゃう方もいるかもしれない。だから最初からいろんなこと考えた。最初から素直に言っちゃえばよかったんだよ、本当はね。かっこつけないで。わしらが発信するこのコンテンツは間違いなく世界一だって自信を持って、スタッフたちで自信を持って始めたの。さて困ったことに、わしらはこの世界一のコンテンツを発信して身につけていただくにあたって
3つ能力として足りてなかったことがあった。今でもその3つの能力は伸ばしている最中です。1つ、 YouTube 動画作成力ゼロだった。能力がなかったので思いつかなかった。そうだ YouTube でって思いついてた途端に、よしこれから技術を身につけようって思った。機材を手に入れて1週間後、機材が揃って、なんと1月1日の動画は30日に撮って1月1日にまだ編集してました。実力がない、能力がない。じゃあ実力を伸ばすにはどうしたらいいのか。実力を伸ばすには、能力を伸ばすにはどうしたらいいのか。答えはいつもわしは一つ、現場で力を磨くしかない。だから断崖絶壁にね、自分たちを言うたら追い詰めてですね、自分たちをもうのっぴきならないところに追い詰めて、毎日命を張るしかない。100日連続で動画を作ってアップするっていう、基地の外、基地外に挑んだわけですね。バカですよ、はっきり言って。だから今日もそうよ。あんまり眠る時間がなかった。100本達成しよう。実力がなかったから100本とにかく作りまくって実力を身につけることにした。この間にどれだけたくさんの技術に気がつき、能力を身につけたか。いろんな能力、動画の編集能力少しずつ身につけていった。わしがこんなことできるんじゃないって言うと、できないって言えないので、そのスタッフのトレジャーおじさんもトレジャー兄さんも、できないって言わないって、多分できますっていうのね。それから4時間5時間方法を探って、ついにやってのけちゃうんですよ、1日で。毎日そんな調子。これを100日続けてきた。まだね、伸び盛りですよ。発展途上ですよ。とにかく100日でわしらはめちゃめちゃ力身につけたと思います。伸ばす必要があった能力2つ目、これはですね、誰にも共通していることだと思いますので、メディア能力なんですよ。メディアとは何なのかよく分かってなかった。かつてね、 NHK のテレビに出演したりだとか、映画を撮ってもらったりとか、いろいろあった。もし自分がね、最高のコンテンツを持っているんだとしたら、わしが最高のメディアになるしかないんだよ。自分たちで最高のメディアを、最高のチャンネルを持って発信するしかないんだよ。ところがノウハウ全然わかんない。先輩に電話していろいろ聞いたよ。どうしたらいいのか、何をしたらいいのか、 YouTube ってそもそも何なのか、何にも知らないところから何にも知らないままに始めたんで、番組始めてからまたどうやったらいいんでしょう、ここどういうことなんでしょう、知らないことが多すぎて見かねて先輩が電話くれたりした。先輩、広川家スーさんありがとうとにかく見切り発車でこのメディア能力を身につけようと。メディアって何なのか毎日考えた。 YouTube でどうやったらいいのか、どうやって発信していったらいいのか、めちゃめちゃたくさんの動画を見ながら、もうトイレは走って行って帰ってきて、いろんな動画をチェックして調べた、学んだ、みんなで学んだ。3人で怒涛のような100日間だった。これからもっと学びます。3つ目、今お話ししたように、わしが持っているコンテンツ、この見宝3つで1つの宝っていうのは、世界ナンバーワン、ダントツナンバーワンコンテンツなの。それ堂々と自信持って言える人が世界中に他にいる？最高のヨガ、最高の生態法、最高の健康法、これは間違いない。最高の長寿法、最高の出産法、最高の子育て法、自信を持ってこれね、身につけた人全員がこれ言えるわけ。伝統の最高の伝統を最後の一人が最初の一人になるしかなかったから、発信するしかなかったの。もうわしが発信するしかなかったの。じゃあどうしたらいいか、どういう能力を見つけたらいいか。プレゼン力ですよ。プレゼンする能力。わしが誰かプレゼン能力を持った人にこの見宝を伝えてプレゼンしてもらうって、もうとっくに考えていろんな人たちと準備進めてます。そして一番早い方法は、わしが見宝開いたら能力を見つけるのはすぐだから、どもりで噛みまくりで、そもそも人に向かって流暢に話をすることなんてとてもできなかったわしが、驚きますよ。20代の頃わし知ってたかな、この動画を見ると。飯田さんって話するんですねとか言われたりして、トレジャー G さんのことです。能力を身につけてきたんだよ、少しずつ。この100本で、自分は能力があるのかないのか、プレゼン能力があるのかないのか、そういうことも置いといて、見切り発車でプレゼン能力を身につけるしかない状況に自ら置いて、
今でもプレゼン能力をバージョンアップ中です。だって世界最高のコンテンツですよ。世界最高のコンテンツ、ちょっと足元がね、今撮影している方の足元が微妙なので気になっちゃうんだよ。世界最高のコンテンツを発信してるんだから、プレゼン能力世界一になったっていいはずだろ。それがガチョーン世界最高とか言ってやったらいいのか。最高なんだよ。ひたすら最高なんだよ。このソフトボイスで言った方がいいのか。いや、最高賞ね、それを理論的に説明するとですね、理論的に説明しようとした途端に噛んだ。この論理的に頭良さそうに早口で説明した方がいいのか、まったりと説明した方がいいのか、全部の方法をわしは探って取り入れていくことにした。これでいいなんて正解はない。とにかく素直にいこうと思った。素直にはっきり言って、このチャンネルのコンテンツは世界最強、人類史上最高、最も幸福なコンテンツです。しかもそれがまだ世の中で知られてない宝の山がザックザクなんだよ。こんなチャンネルはない他に。はっきり言って、このチャンネルのコンテンツは世界最強、人類史上最高、最も幸福なコンテンツです。しかもそれがまだ世の中で知られてない宝の山がザックザクなんだよ。こんなチャンネルはない他に。これを最初から言っててよかったんだよな。これを最初に言ってしまうとドン引かれる。それはなんとなく目に見えていたので、とにかく100本99本取って100本目にこれを言うことにした。このチャンネルのコンテンツは世界一です。いずれチャンネル登録者数は100万人に行きます。当たり前、全員知ってる。これ見たからを開いてる人全員このこと知ってます。今はこの程度でプレゼン能力この程度で申し訳ない。これからプレゼン能力どんどん上げていくので、動画の編集能力どんどん上げていくので、100万人の方がこのチャンネルを見て見たからを開いてるってのは、もうはっきりとまざまざと思い描くことができます。そこに向けて一歩一歩これからも一旦土壇場まで自分らを追い込んでみて、楽しかった。この土壇場、怒涛の日々が足元注意ね、ちょっと足元大変なんですよ今。この怒涛の日々は楽しかった。脳内麻薬出っ放しっていうのか、自分たちが天才化している瞬間って分かるの。時間がもう残ってない。そのわずかな時間の中にこの難題を解決して技術的にこういうことはできるのか、できるって決めて試してみたらできた。そのままバッタンキューですよ全員。いやー、この100日付き合ってくださった、コメントをくださった方々、動画にコメントをくださった方々、そして英語で字幕を入れてくださっている字幕作成チームの方々いるんですね。みんなで一緒に力を合わせて生まれてきたチャンネル。ただ一方的にわしが発信しているだけではしょうがない。リアクションをくださった方々、そしてこのチャンネルをやがて海外のチャンネルに育てていくにあたって、海外の人たちに見てもらえるようにやがて出ますよ。見たからの英語チャンネル、スペイン語チャンネル、ネイティブの人たちによるそういうチャンネルがこれから3年後に生まれていきます。なのでその人たちがスペイン語の、英語の、中国語のもうスタッフいるんです。各国にドイツ語の、フランス語の、イタリア語の、アナトリアのトルコ語のいろんな言葉でネイティブの人たちが発信できるように3年かけて見たからとはこういうことだっていう情報をストックしていきます。そしてわしのこの発信の仕方、参考になるところは全部使ってもらって、動画も全部使ってもらいます。そうやって世界中に見たからチャンネルがたくさんあるっていう状態を作り出す最初の布石、それがこの100日間だった。視聴者の方々、今この時点でこのチャンネルを視聴しているっていうのはものすごくレアで特別なことですよ。あのチャンネル100本目の時に見てたんだ、後になってね、ようやく世界中の方たちが見たからってすごいものが現れてるんで知ってる、
ロックとかレゲエだとかジャズだとかヨガだとか生態とかが登場した時以上のインパクトだよ。なんだこりゃ。あらゆる文化のまさに源ではないか。この3つさえあったら世界中のどんな社会問題も症状も解決に向かって動き出す。すげえコンテンツがアイテムが登場しちゃったよっていうことをこれから世界中の人たちが知っていくことになる。そのごくごく最初期に出会って少し早く御宝を開き始めることができた。めちゃめちゃ運が良くてレアで恵まれたことだと思います。このチャンネルの名前発音の仕方もう一度言っておきますね。トレジャーミ遊ぶチューベという具合に読みます。読み方はご自由にね。このトレジャーミ遊ぶチューベはあらゆる人向け有用コンテンツなんです。あらゆる人向けってありました？子供からじいさんばあさんまで言葉を話せて歩き回ることができて2つの棚心を持っている方、棚心なくてもいいかもしれない、棚心動かなくてもいいかもしれない、生む力があって歩き回ることができて動き回ることができてですね、そして言葉を用いている人類ならあらゆる人にとって有用なのが文化の源、御宝なんです。でこれまでそういうコンテンツっていうのがなかった。限られてたの。最初から対象が限られてるの。だからわしがこれ御宝って最強のダイエット法なので、ダイエット法として御宝を紹介するとダイエットに関心のある人たちが食らいつきます。ところがダイエット法っていうのは全体の5000分の1足らずなの。美容法として最高ですよ。コスメ技術として最高なので。だからわしがこれコスメ技術として10回ぐらい徹底的に配信すると食らいつく人いっぱいいますよ。とはコスメ美容効果っていうのは御宝全体のうち5000分の1ぐらいなの。万能術、全人向けの万能術、こんなコンテンツがありました？そんなコンテンツを発信しているチャンネルなんです。だからわしも扱い方がね、初めは全く正直わからなくて、どうやって伝えていいのか、集いを開いて人に伝え始めてもどう言葉が見つからなくて30秒ぐらい沈黙していたり、最初はとにかく話すのが遅かった。どう伝えていいのか、もう持ってる、有り余ってる、どうやってシェアしたらいいんだ。そしてもうシェアするしかなかったからシェアし始めたんですよ。能力は後からついてきた。少しずつ話せるようになってきた、説明できるようになってきた、整理できるようになってきた。そして YouTube も始めちゃった。 YouTube のチャンネル、ぜひこのチャンネルシェアしよう、シェアしよう、シェアしよう。なぜシェアできなかったか、あらゆる人向けっていう発想がなかったから。いつの間にかみんなね、半径ポツンと一人ぼっちで、人は人、自分は自分、人によって違うし、いろんな人にはいろんな人、向き不向きはそれぞれあるからとか、そういう発想でみんなポツンポツンと孤立してしまっていた。全人向け、あらゆる人向け、あらゆる人にとって有効な何かっていうのを身につけてきた人たちが少なかったの。っていうかほとんどいなかったと思う。だから発想がなかった。全人向けって言ってシェアを始めた。全人向けって言って私が分かち合い始めて、そしてどういう結果に、かつてどういう結果に終わっちゃったかというと、これはいいわ、得した得した、家族みんなで楽しもう、お友達と3人で楽しもう。違うって、そりゃいいよ、そこから始まりだよ。これは全人類が、あらゆる人が一人も漏れなく必要としてる宝です。御宝。こんなコンテンツを持っちゃった人、身につけちゃった人、小さい頃にばあちゃんから身につけさせてもらってずーっと御宝を開いてきた人いたの。自分だったの。どうする？どう扱う？自分で開く分には自分で開く分には良いですよ。これはなんか砂漠の中に木が1本立ってるって感じで、砂漠の中に木1本だけ立ってても枯れちゃいます。砂漠の中で木を育てようと思ったら最初から森を作るしかないの。生き延びるためにも、全人類のためとか言ってわし全人類って見たこと一度もない。だからわし自身が生き延びるためにも森を作る必要があった。砂漠だったところに一旦3つで1つの宝が失われていたこの世の中に、御宝を開ける人たちを一人また一人また一人増やして、
ずいぶん増えた。世界中旅して回った。そのことばっかり考えてた。夢を見る、寝ていて夢を見る、見宝を伝えてる夢を見た。酔っ払う、そうすると鳥だとか箱だとかに見宝を伝え続けてるんだって。わしが夜中に寝言を言う、夜中に見宝を寝言で伝えてんだよ。そのぐらい全力でとにかく見宝を伝えようとしてきた。今もだからそのスキルをバージョンアップさせてる最中よ。だってこんな人会ったこと見たこともない。私いろんな人3000冊くらい自伝や伝記を読んだ。ところがこういう立場だった人が世界中に一人も、今のところ一人もわしは発見できていないんです。あらゆる人にとって必要だった。この宝さえあったら人類は変な方に行く心配はない。あらゆる心地よい文化の源、見宝、こういう見宝が一旦消えてしまったように、一旦下火になってしまって3つで1つの原型が失われてしまって、表面的ななんかいろんな照明器具にバラバラになってしまった。こんな宝をね、ゼロから1人から少しずつ周りに広めて復興しようとした、復興した、そんな人は1人もいなかった。今までに。それが自分なんだよ。どうしましょうだよ。実力どうすんの。この顔面偏差値で。もう顔面偏差値はこれでもね、 DJ 社長みたいにいじるわけにいかないから。私痛いの嫌だし、後で後腐れがあるんで、あれ一回整形とかしちゃうと後がアフターケアが大変なんだよ。アフターケア大変なのわしは嫌なんです。それからお金かかりすぎ。そんな金があったらわしは海外の YouTube チャンネル、新しい見宝英語のチャンネルを創設するのに全て投入します。だから顔面偏差値は申し訳ないながらこのまんまで、年齢も若い女の子でなくてごめんなさい。若い女の子がわしと同じようにもし見宝を伝え始めたら、たちまち10倍の速度で世の中に広まるってことは分かってる。だから若い女の子よりも伸び盛りなエネルギーをアップして、顔面偏差値よりは表情偏差値をなんとか高めることにしたんだ。で表情偏差値高めすぎて惹かれちゃったりね、いろいろ工夫してるんだ。トレジャーじいさんとしてもこの史上最高、世界最高、なんていうかとにかく一番最高ナンバーワン、無形文化財ナンバーワン、この宝をどうやって一人一人の方のところへ届けようか、全力で工夫してきたし、これからも全力で工夫していきます。どうかこの、能力を今伸ばしている途上、途中道のりの途上、まだすっかりできないし、一生完成するなんてことはない。一生伸ばし続けることになると思う。見宝プレゼン能力です。見宝プレゼンパフォーマンス能力です。見宝伝える、見宝を一人の人が開いてくれる、伝えるというか受け継いでくれる、次の世代に誰か一人受け継いでくれるんだったらわし何でもします。本当この場ですぐ裸になって踊れって言われたら、それで誰かが見宝を継いでくれるんだったら、一応ね、そこの用務員さんのがあっち向いてる隙を見計らって裸で踊りますよ。だからもちろん何だってねしようと思っている人間だから、自分の能力ぐらい伸ばしますよ。これから見ていてください。そしてお願いがあるんだ。やっぱりシェアしてもらえたら嬉しい。この高評価とか押さなくてもいい。チャンネル登録よろしくねとか言いつつ、チャンネル登録してもらうよりもっと嬉しいことがある。この動画をシェアしてもらえたらって思う。これまでの100本どこか拙い動画とはいえ、どこか、あの人にはこれが響くだろうっていうテーマとか内容があると思うんです。だからね、これからわしら、いろいろとめでたい事情もありまして、2週間お休みをいただきます。100日全力疾走してきた末に2週間また新しい展開に向けていろんな支度をします。なのでこの2週間の間にどうかこの100本の動画の中から行き当たりばったりに1本選んでもらっても大丈夫ですよ。大切な方といろんな方々とシェアを分かち合ってもらえたら嬉しい。シェアを分かち合う、シェアしてもらえたら、分かち合ってもらえたら嬉しいです。みんなの宝だから、あらゆる人向けの宝だから、自分が出会えてよかったなで終わらせちゃったらあまりにもったいない。もうこのチャンネルの目指すところ、ただ一つ目指すところ言いますね。見宝を次の世代に受け継いでもらう。
世界中の人たちに広くつぶさに次の世代へこの3つで1つの手法を受け継いでいただく、そのもう全てそこを目指して動き出し、日ごと動画を作り続けてきたチャンネルです。見宝を次の世代に受け継いでもらう、世界中の人たちに広くつぶさに次の世代へこの3つで1つの手法を受け継いでいただく、そのもう全てそこを目指して動き出し、日ごと動画を作り続けてきたチャンネルです。だから意味がもうこれだけ意味あり価値があることを伝えているんだから、だからエンターテインメントとしてもこれは他のエンターテインメントに負けている場合ではない。エンターテインメントもう勉強して自分たちなりのエンターテインメントとして発信していこうと思いますので、実用やってみよう系教育エンターテインメントチャンネル、もう一度言おう、今生まれたこのネーミングは今生まれた、実用やってみよう教育エンターテインメント系チャンネル、長いな。エンタ教育実用チャンネル、実用エンタ教育チャンネル、とにかくとっても実用的で、一応 YouTube のカテゴリーの中では教育になるらしいんです。最後にはね、教育っていう枠をすっ飛ばして実用エンターテインメントチャンネルって呼ばれるところまで持っていけないかなって思ってるところなので、これからもお楽しみにどうぞ。2週間後に帰ってきます。トレジャーじいさん帰ってきた時はちゃんと2週間分年を取って育ってます。またね、よろしくね、シェアしてね。あらゆる人向け万能の人類史上最高最強最速、なんて言ったらいいのかな、もうとにかく一番の宝をシェアするチャンネルです。だからぜひ視聴したらシェアしてみてください。シェアしてみよう、あらゆる人向け。一応言い足しておきますと、もうそのトレジャーじいさんのオーラが自分はちょっとパスとか、その顔がダメとか声がダメとか、そういう方たちがいたらとっても見宝にとって、わしらのご先祖さんたちにとってももったいないことなので、わし以外の方たちが見宝を伝えるというチャンネルを3年後に始めるつもりです。やっぱりトレジャーじいさんがいいなっていう、そういう人たちもいると思います。そして3年後にはいろんな国のいろんな国語のいろんな年齢層の人がこのチャンネルの兄弟姉妹チャンネルとして見宝を伝え始める on YouTube という計画がある。余剰収入、余った収入はもう最初から目的がしたいことがすごくはっきりしているチャンネルです。余剰収入はすべてそのチャンネル開設、見宝の普及復興に使い切ります。実は、もうすぐチャンネル登録者数さんがチャンネル登録者さんの数が1000人に達します。で1000人に達するとも視聴時間というのはとっくに YouTube の基準を満たしているので収益化できます。もうすぐ収益化できます。そしてスタッフみんなで話し合って分け合ってもうしばらく収益化はしません。分け合って収益化はちょっと待ちます。そしてもし収益が得られるようになったら撮影機材もちろんアップさせます。じいさんも穴の開いてないパンツが一つしかないので、ズボン、パンツ、服を買います。いつもこの袖口のほつれているところをこうやって隠して修正してはこうやって隠しては撮影をしていた。そういうボロい服ばかりではなくて、いい服を買って、そして外車は誰一人興味がないみたいなので実用的な車に実用的に少し大勢で移動できるような車を買ったりするかもしれない。その上で余った収入はすべてというか車もそう服もそうすべて見宝を次の世代に残す、広めてつぶさに広めてみんなしてこういうことをするしかないのでみんなして次の世代に見宝を残す。ひたすら
その御宝を残す、次の世代に受け継ぐって方向に向かって日ごとに作り続けてきた100本の動画でした。一区切り、ここで一区切りお休みをいただきます。一緒に、チャンネルを育ててきてくださった視聴者の方々、よくこんなチャンネル見てくれてたね。もう小学生から、いや3、4歳の方からおじいさんおばあさんまで、いろんな方たちから、いつも見てるよって言ってもらえて嬉しかった。そしてコメントをくださった方、よくあんなコメント欄見てみて、あんなコメント欄のチャンネルってある？コメント欄読むだけで泣ける。もう全部、今のとこ全部はわしはお返事書いてます。動画では語り尽くせなかったことをコメント欄のお返事で書いてます。コメントをくださった方、本当にありがとうございました。そして実は今、なんとリアルタイムで48時間後に全ての動画に字幕がついてます。もう48時間後は数十カ国語で視聴できるようになってるんですね。これを実現させてくださっている、今現在8人ですか、字幕スタッフの方々、いつか海外チャンネルが生まれます。その下地作り、本当にありがとうございましたありがとうっていうか、わしのフィーリングとしてもおかげさまです、よろしくねって感じ。ありがたいこと、レアなことをありがたいって言うんだよね。ありがたきこと、確かにとってもレアなことだ。そしてその、日向様です。その光に照らされて、おかげさまっていうよりも日向様で助かった、心強かった、これからもよろしくね。まだ、コメントをしたことがないという方、一度思い切って、コメント欄に、動画のコメント欄にコメントをしてみてください。何よりももう一度お願いあるんですね。シェアしましょう。あらゆる人向けの万能の実用的な万能なんです。どんなことにも効きます。あらゆる能力をアップしたい通りにアップさせられる術、健康術として最高のヨガ、最高の生態法、そして最高のダンス法、これが少しずつ知れ渡っていくんじゃないかなと思っています。2週間のお休みをいただいた後、再び新たな100本ノック、100日連続動画をアップみたいなことはしません。少しゆったりめに週3本か4本かの動画を半分は音声メインでアップしていこうと思っております。でこの音声メインというのは、実は1年前から、ちょうど1年前の4月の頭からですね、旅へポエジアっていう名前の、トレジャージーさんオンライン広場を始めていて、その広場の、中にいる方々は、毎日1日も休まず、この1年間ですよ、つまり1日も休まず、トレジャージーさんの15分から1時間ぐらいのお話を聞いていたことになるんですね。さすがに毎日聞いていた方がどのぐらいいるかは謎です。こちらは毎日、トレジャー兄さんと一緒に配信を続けていました。でその、旅へポエジア、この下の概要欄に載っているので、関心のある方は見てみてください。その旅へポエジアっていうページでは、わしが日頃から手話バタという手話坂畑の略、手話バタで野良仕事をしながら、棚添えながらお話をする。ながらなのでお話に集中してないんです。だから、お話に集中してない分、本音がずるずる出てくるんですね。頭はもう半分日向ぼっこさせて、何でも口からもう出るに任せて行き当たりばっちりな話をしているので、その頃の音声っていうのを聞いていた人たちが結構ファンが多くてですね、
もう何十回繰り返して聞いた音声があるとか、いろいろな話を聞くんです。でこの YouTube の方でもぜひその、バージョンアップした、動画バージョンでこの音声配信、手話バタで野良仕事をしながら録音した音声ですね。だからカメラ目線とか全然ないです。多分ずっと延々こう、鞘から豆出したりだとか、ニンニクの根っこを切ったりだとか、ずっとそんな作業をしながら、365日途中から YouTube に変わったんだね。途中から YouTube の動画に変わったので、8ヶ月くらいだったかな、音声を毎日発信し続けていたんです。でその頃の、初心に戻って、これからは野良仕事をしながらの音声、カメラ目線ではなく、また見宝についてあらゆる角度から喋り倒す。もうね、ほっといてもしね、誰かと野良仕事しながらだとずっとこう見宝トークだったりするんですね。なので結局そういうただ喋り捨てていてももったいないから、その時に録音しておいて、せっかくだったら聞きたい方がいたら聞いていただこうと、そういうとってもラフなゆるいながら喋り、何かをしながら話し添えながら、つまりお話に集中せず、ずっとこう作業に夢中になりながら、作業の手を休めずして、語っている、そんな、音声もこれから出てくるかと思います。ここがほれ、ばあちゃんに連れられて紫しめじを取った山さ。今でも覚えてるね。まあばあちゃんから受け継いだ宝、教えられたっていう実感はねえな。ばあちゃんからほのめかしてもらって20年かけて少しずつこう分かる、全く分かるっつうことはねえまま、一度も分かったことはねえまま身につけて心得て、知って、でその後わしが家離れてすぐにばあちゃん亡くなっちまったもんでね。でその後1年2年5年10年年を重ねるごとに、自分がばあちゃん、そしてばあちゃんの三親さんたちからこの受け継いだ宝、海の沖縄、陸の稲って言われた昔ながらの暮らしがそのまんま残っていたっつうな、この明治大正の頃まで。そこでまだ電気が、引かれてなかった頃、誰もこの夜は真っ暗な中で過ごすのが当たり前だった頃にばあちゃんは生まれて、それで学校にはあんまり行かないで見宝だけじゃね、あらゆる昔ながらの伝統をばあちゃんは村の頃、じいちゃんばあちゃんから伝えられて語り部になったんだね。だでわしのばあちゃんが話をすると、もう周りに輪になって子供たちが集まって、もう当時はテレビなんつものはねえもんでな、ラジオも普及してね、そのばあちゃんが話をすると、もう一人で歌って踊ってアクションして、それで語り続けて、もう子供たちみんながポーっとそれ見てたってのは母ちゃんから聞かされたね。そんなばあちゃんからこう日ごとにいろんな話聞いて少しずつ身につけてきたこの見宝が、年を重ねるごとにどれほどの宝かってことを驚き知ることになっただな。なんつうことを受け継いでしまっただか。しかもこれはもう20歳の年に京都に出て、その後ずっと10年ぐらいかけて確かめたことは、本当に悲しい寂しい一りぼっちな事実だっただよね。
御宝を受け継いでた者が世界中に他に一人もいねえってことに気がついちまったのよ。だって辛かったね。それは話したって棚セールって知ってる？棚心って知ってるって、棚心って言葉さえ忘れちまった衆がさ、大学に集まってて、誰も御宝知らなかったでね。でその頃にこう、変なヨガを用いた宗教の事件、オウムだね、ああいう事件が20代にあったりして、これをうっかり明かしちまったら勘違いされて、こうほとんど知らねえものに対してほとんど人は警戒するもんで、当たり前だったことを取り戻してるに、一旦味噌が消えちまった世界に味噌を取り戻したらどうなるか。一旦全ての人が平坦な喋り方をするようになってしまった世界に、この抑揚のある話し方とか歌を取り戻したらどうなるか、どういう反応を示されるか。そういうのはこう、わしも見当がついてたもんで、最初は秘密にしてたんだね、ずっと。誰にも言えなんだ。だから今思えば本当に当時は辛かっただと思う。よくだからチャラチャラしたアーティストやってうっちゃらかしてたんだね、当時のことを思えばね。無駄にしたかもしれねえ。その頃月日を無駄にしたかもしれねえっても思うし、じゃあアート活動を続けてたもんで、その御宝開きはどうなるかを自分で確かめて、御宝開いたら誰でも天才化するってことをいろんな人たちと一緒に確かめて、それで自分も御宝開くのに必要な芸っつうだかな、歌って踊って、語るトーキングアートっつうだか身につけていったわけだもんでね、無駄じゃなかったと思うだよ。日を週を月を年を降るごとにどれだけ大事な宝をわしたった一人が知ってるって、これがどれだけのプレッシャーだったか。そしてもしこれをばらしたら友達みんなドン引くら、それは宗教って言われるら、んなものは目に見えてたもんでな。実際私が御宝カミングアウトしたら3年ぐらいは言われまくったよ。どのぐらい傷ついたか、どれだけ周りの人たちから誤解されて傷ついたか、わし以外の人は誰もそれは知らねえ。昔ながらの失われた伝統を取り戻したら誹謗中傷されたっていう、そんなものはそれで鋼のマインドになったさ、おかげさまで。今もう何言われてもへでもねえでね。昔ながらの味噌を伝統だ、味噌なんかと同じだわ。それを取り戻してるところだわ。教祖がいたわけでもね、経典があったわけでもね、戒律なんてものは一つもね、ただ伝承されてきただ、神楽によって。神楽っていう年中行事でこんな大切な宝を失うわけにいかねえもんで、もう一生毎年その神楽に向けてみんなで受け継いだだ。そういう宝を受け継いで、その値打ちを知っちまった人間さ。どうすりゃいいだって、毎日泣きながら地団打踏んだりしてただよ、わしは。どうすりゃいいだか。もう御宝を伝える前に何千枚も書きました、御宝について。御宝開きはどうなるかってことについて書いてね。どう伝えていいだか、10年ずっと毎日考えて、ようやくもうこれはカミングアウトして伝えるしかねえってことになって、そのまんまの名前で伝えるようになったのが、ばあちゃんが生まれて100年目のことだったね。それまではいろんな名前でくらまして伝えてたね。今はその御宝それぞれのすべの名前が誠のる地の道通す棚添えるというのがどれだけ奥ゆかしい、深い意味を、広い意味を、高い意味を、細やかな意味を持ってるかってことを知ってるもんで、もうこれ国際語にしちまって、海外の人はもう誠ノルビングとか I have 地の道通すとか活用までするようになったわね。たった一人の少数民族、超少数部族だったのが、今じゃ少数民族とはいえ何千人という方たちが御宝開くようになってくれた。でこれを世の中に取り戻したら、これ以上の生活習慣、これ以上の方法、これ以上の術他にねえってことをみんな腹の底からこれは確かめることができる。すでにいろんなヨガの先生たちがヨガを捨てた。御宝あったら足りるっつってな。これが本当のつなぐ、結ぶ、コネクトするヨーガだ。御宝こそがヨーガだ。ところがその宝を継ぐことになっちまったわしが、こんなエロなバカな悪な普通にありふれた人間くせえ、とてもじゃねえけど先生とは呼べねえな、先生でもねグルでもねありきたりなおっさんだっただもんでな。
で、ありきたりな兄ちゃん、ありきたりなおっさんが三田から開いてたら、ある程度までは天才化できるってことも確かめてきただよ。これからだな。時々ここに来てな、ばあちゃんとこの山の神にもう出たこの道、時々ここ一人で登っちゃ山の神様に挨拶して、その裏で初めてばあちゃんと紫しめじ見つけた場所を確かめてはな。でここがまた絶景なんだわ。大和っていうね、この集落は昔からの縄文集落で矢尻がザクザク出てくるだ。まさに大きな輪さ。見てみなせこれ。大きな輪だで。日ごとこうやってな、大きな輪を見て育っただよ。わしゃ坂道で山まで3分、海まで3分、山から日が昇って海の向こうに日が沈む。本物の海っちゅうのはわしゃ20歳になるまで一度しか海の水っていうのを触ったことがねえもんで、わしにとって海っちゃこの諏訪の海のことだったんだね。日ごとこの湖に歩いてって波見て雲見て夕日見て、この山の形だけでも素晴らしいら。こういうところに生まれて、こういうばあちゃんのもとに生まれて、わしは本当にそれだけで十分だって言ってよく神様に御礼言ってたさ。もうこれだけで十分ですから、あとはもうお好きなようにわしを使ってくださいって子供の頃によくそう思ってた。こんな時代にこんなところにばあちゃんのもとに生まれることができて本当にありがとうってな。6時のチャイム。この大和って集落に住んで20年間日ごとにこの諏訪の向こうの山を、諏訪湖の向こうの山な、諏訪湖を、山を、雲を、沈むお日様を見て育ちながら、少しずつ世の中で御宝を開けるようになってきたのだ。御宝は必ずどなたかと一緒に、誰かと一緒に世の中で開くでね。さあ、世の中で開くっつうだけじゃなくて、私はこれから世の中に開いていくね。世の中にな、世の中に御宝開いてくるね。一人でも多くの衆がこの万能の術、人類の無形文化財第1位、第2位、第3位から第100位までを独り占めみたいなこの御宝の開き方を身につける。だってまだまだ追いぼれるわけにはいかねえだよ。まだまだ伸び盛り、思春期で居続ける必要があるだよ。どうやら私はよろしくね。お日様沈んだね。お日様が沈んでも大丈夫なんだ。いや、人だけはお日様が昇ってもまだどこかに闇を抱えてたりするだよね。人だけは。逆に御宝開いて自ら照らす、自ら晴らす、これできるようになってる種っていうのは、日が沈んでも周りが闇になっても自ら照らして自ら晴らして夜闇の中で楽しく過ごすことができるでね。これが昔まだ電気だとか人工の照明器具だとかいろんなテクニックとかメソッドとかレクチャーだとかセミナーだとか学校だとか病院だとか税金だとかそういうものがなかった頃の神代の人たちの知恵さ。どんな闇が周りにあっても自ら照らして自ら晴らせるお日様の戸口、人つうのはそういう存在だって確かめてきただよ、昔の衆はね。人になろうね、お日様の戸口になろうね。いつでもどこでも誰とでも自ら照らして自ら晴らせる人になろうねっていうチャンネルです。トレジャーミ遊ぶ中米トレジャーミ遊ぶ中米。もう
止めちゃっていいかな。ありがとうね。諏訪湖に水が流れ込んでしばらくとどまってまた流れていく、流れ込んでまた流れ去って海へ向かっていく、遠くの広い海へ流れていく、また流れていく。これってわしらのこの世とあの世の命と同じなんじゃねえだかやい。湖に水が流れ込んでしばらくとどまってまた流れていく、流れ込んでまた流れ去って海へ、遠くの広い海へ流れていく。まことのった通りこの世での生き様を自ら設定しておくだ。どんな湖にもなれるでね、どんなお魚も釣れるでね。誠のりとが人生の師匠、それを自ら生み出すだよ。誠のりとを人生で最重要の初期設定、人生で最重要のお師匠さん、誠のりとを自ら生み出すだよ。めでたく見たから開けるようにな。誠のりと生み出して覚える、これが出発点、すでに最高点、これが転換点、すでに弁財天、七福もたらす3つで1つ。出会えた週、これラッキーずらついてるら、運良すぎるずら。開いてくれてありがとうって犬さんたち喜んでる。誠乗ってくれてありがとう。命の立場は大喜びさえ待ちた直列で地の道通してくれて最高、最も幸せで最高、棚添えてくれて最高、命の立場で開けば最高、見たから最高、大きにありがとう。コメント欄へ日ごとの100本、コメント欄にコメント大きにありがとう。小宝さんと遊ぶ合間にゆとり設けて血の道通してくれて大きにありがとう。おかげさまです。コメント欄へ日ごと100本コメントおかげさまで、お互い先々末広がりに大切な宝受け継いでいける。下地を支度して下地を整えて、命整えて、彼氏整えて、下地整えて、ビジョン整えて、原動力整えて、見晴らし整えて、モチベーション整えて、この世の全ての命の立場、発行司る神バクテリア、半径ポツンはリタイア終了、アレグリアリア充完了、リアをサブリミナル度の登場、頼りになるのはサブリミナル、サブリミナル、サブリミナル、群衆効果抜群でござる。誠のった通りになるサブリミナル、サブリ三成殿、これからもよろしくお頼みます。誠のった通りにサブリミでつながる、使い押し流して地の道通す、通しまくってりゃちはやふる、神代の神楽スキル自ら通してへめぐる、誠のりとを通していくんだよ。お相手に通す、家族で通す、世の中に通す、世の中の使えた仕組みに通しちゃう。通しで無意を受け継ぐだよ。お日様の戸口になっちまったこの実体感、一体感、実経験、受け継ぐ活動はとにかく気持ちがいいだよ。無意を次に受け継ぐ仲立ち、朝から総立ち、命の旅立ち、会議閲楽でぬるぶ所寸便、せっかくだから開こう宝、せっかく人に生まれたんだから開いて自ら照らして晴らす、お日様の戸口自ら照らす、どれごくを晴らして卒業、半径ポツンを照らしてつないでちっぽけな水たまりから卒業して広く、命の道を通して結んで心のない大量消費の闇を照らし晴らして、使い捨てを卒業、心を添えてこの棚心を添えていくだよ。
次に受け継げる宝楽しんで闇雲は晴らすたやすく晴らす3つ郊外その場で晴らす3つの毒はいつでも抜いちゃう3つの闇は自ら晴らしちゃうあらゆる症状あらゆる問題闇雲ない闇を自ら照らして自ら晴らしてくっきり見えるようになりゃいいだよくっきりなこんな宝をこの世の中へ受け継ぐ伝える解き明かすこんなチャンネルは世界で一つだけ今のところはここ一つだけトゥレジャーミジャーミジャーミトゥレジャーミ遊ぶチューベルでそのうちにあちこちに増えて広がっていく見たからチャンネルトゥレジャーチャンネル今んとこチャンネル語り部ちゃんは詩人でダンサーのトゥレジャーじいさん見たから最後の後継者なんてとんでもねえこれからだでねわしが最高じゃねえからなここから始まるシェア出発だから次の後継者さん見たからお次の継承者さんこれからも継承受け継ぐバトンよろしくよろぴくお楽しみにどうぞみんなの宝あらゆる人に漏れなく宝行き渡る宝この宝を一人一人の皆様へこの世界この世の中へ取り戻せるように YouTube ってメディアが生まれてきただがなYouTube が生まれたのはこの宝を世界中の方たちがこの見宝をこの世に取り戻すためだった3つの郊外まともに食らって勘違いしてた闇雲な心自ら照らす自ら晴らす素早く大すぐ心地よくなれる命の立場命ありのまま事実ありのまま叶えるありのまま叶える誠のりと釣り上げる誠のりと誠のる祭るフェスティバルセレモニーリチュアル祭るのりのりのたとりのりのりありのまま釣り上げる今日も大物だ諏訪湖に水が流れ込んでしばらくとどまってまた流れていく流れ込んでまた流れ去って海へ遠くの広い海へ流れていくこれってわしらのこの世とあの世の命と同じなんじゃねえだかや湖に水が流れ込んでしばらくとどまってまた流れていく流れ込んでまた流れ去って海へ遠くの広い海へ流れていく2週間これからお休みもらって4月25日あたりにまたお会いしましょう詩人でダンサートレジャーじいさんまたよろしくねここで動画の撮影編集スタッフ紹介いたしますトレジャーおじさん大沼弘中トレジャー兄さん田村宗八郎パンチこれからも3人一緒にバンド活動みたいな感じでこのチャンネル部活動を続けていきますよろしくねここまで100本台本と出演はトレジャーじいさんでしたトレジャーに遊ぶ中で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 トレジャ
遊ぶ中でトレジャーに遊ぶ中でトレジャーに遊ぶ中でトレジャーにトレジャーに遊ぶ中でトレジャー3 YouTube